ワールドウォー2議訳にようこそ。今回はアメリカ軍兵士の頭を守るヘルメット、その進化の物語です。特に第二次世界大戦で象徴的だったあの M1 ヘルメットがどうやって生まれたのか、その背景にある技術やストーリーに迫ります。もし今回の内容面白いなと思っていただけたら、ぜひチャンネル登録をお願いします。第一次世界大戦の塹壕戦。上から来る砲弾の破片ですね。これで頭を怪我する兵士がすごく増えたと。当時はですね、まだしっかりしたヘルメットがなくて、兵士たちは布製、ただの帽子くらいしか被っていなかったんです。布ですか。それでは破片は防げないですよね。全くですね。それでフランスの兵隊さんがとっさに金属のお皿を帽子の中に入れて助かったなんて話があるくらい、頭部の保護は切実な問題だったわけです。なるほど。食器を。はい、この経験から各国ともこれはまずいということで、鋼鉄製のヘルメット開発を急ぎました。フランスやイギリス、ドイツが1915年から16年にかけて次々と導入します。アメリカが第一次大戦に参戦した当初はどうだったんですか？アメリカは参戦した時点ではまだ自国製の十分な数がなくてですね、最初はイギリスからマーク1、これを約40万個緊急で買ってなんとか間に合わせたんです。40万個も。その後ようやく国内でイギリスの設計を参考にした M1917 ヘルメットの生産が始まって、戦争が終わるまでには約270万個が作られました。270万個、それはすごい数ですね。その M1917 っていうのはどんなヘルメットだったんですか？これは 13% のマンガンを含む鋼鉄製でして、一応45口径のピストル弾をある程度の距離と速度なら止められるという性能でした。ただ形としては頭のてっぺんを守るのが主で、保護範囲が少し狭かったり、あとはかぶり心地があまり良くなくて、頭の上でちょっとぐらつく感じがあったりとか。安定性が。そういった課題は残っていましたね。なるほど。だから第一次大戦が終わった後もさらに良いものと改良が続いたわけですね。その通りです。戦艦機には金属加工の技術も進歩しましたし、もっと広い範囲を守れて、もっと快適で、しかも大量に生産できる、そういうヘルメットが求められるようになりました。特にこだわったのが形状です。頭の形にちゃんとフィットして、伏せて撃つ時にも邪魔にならない、それから雨よけになるようなひさしも欲しいと。いろんな要求があったんですね。そういう理想の形を追求していったんです。そしてその結果として生まれたのがあの有名な M1 ヘルメットですね。そう、M1 ヘルメット。1941年に採用されて、第二次世界大戦のアメリカ兵のまさにシンボルになりました。M1 のすごく画期的だった点は、外の硬い鋼鉄製のシェルと内側に入れるライナー、これに分かれる2ピース構造を採用したことです。2ピース構造。外のシェルが防御、つまり衝撃吸収を担当して、内側のライナーが頭にしっかりフィットさせる、その役割を分担させたんですね。なるほど。それぞれ専門の役割を持たせたと。具体的には性能はどう向上したんですか？シェルにはハッドフィールド鋼というより衝撃に強い特殊なマンガン鋼を使いました。これで高い確率で45口径弾の貫通を防げるようになったんです。防御力が上がったんですね。それからライナーの方にはサスペンション、衝撃を吸収する仕組みがついていて、これで頭へのフィット感がものすごく良くなった。ぐらつきがかなり減ったんです。それは兵士にとっては大きいですね。重さはどうだったんですか？全体で約3ポンド、キログラムにするとだいたい 1.36 キログラムくらいでしたね。実際に戦場で使われてみて、その効果というのは7万人以上もの命を救ったなんて話も聞きますが。そうですね。ある分析データによると、ヘルメットに当たった弾丸のうち実に 54% を阻止したと。54%、半分以上ですか？そしてこれが全負傷者の約 10% に当たる。計算上これが7万人以上の兵士を救ったことになるというのは、 M1 の有効性を示す本当に驚くべき数字だと思います。それはすごい効果ですね。ただそれでもやはり限界というか課題もあったんですよね。もちろんです。いくら M1 でも顔面などヘルメットで覆われていない部分への銃弾は防ぎようがありません。それからもう一つ、初期の顎紐に問題がありました。顎紐ですか？
近くで爆発が起きた時、その爆風でヘルメットが吹き飛ばされそうになっても顎紐が外れなくて首を絞めてしまう危険性があったんです。うわー、それは怖いですね。それで1944年には改良されて、一定以上の力、具体的には約 6.8kg 以上の力がかかるとパッと外れる安全装置付きの顎紐に変わりました。これも戦場の厳しい教訓から生まれた改良ですね。なるほど。常に現場からのフィードバックで進化していくんですね。そうなんですよ。ところでその M1 ヘルメット、兵士たちの間では本来の用途以外にも使われていたなんて話も聞きますが。そうなんですよ。これがまた面白いところで、いろいろな記録を見ると、例えば顔を洗う洗面器代わりにしたり、ヘルメットで顔？あとは掩体に溜まった水を汲み出すバケツ代わりにしたりとか。万能ですね。あとはこれちょっと驚きなんですけど、レーション、あれを温める鍋にしたり。鍋ですか。どうでしょう、ヘルメットで料理しようと思います？いや、ちょっと思いつかないですね。でもそれだけ兵士にとっては身近で、ある意味頼りになる道具だったのかもしれないですね。そうかもしれませんね。でもそんな M1 もやがては新しい世代のヘルメットにその座を譲っていくわけですよね。素材面ではナイロンがさらに後のヘルメットで標準となるケブラーのような複合素材ですね。こういった新しい素材の研究が進みました。デザイン面では1970年代になるとフィット感や安定性をさらに高めようということで、当時の西ドイツ軍のヘルメットにちょっと似た形、通称フリッツ型と呼ばれるデザインのテストが始まります。これがその後のアメリカ軍の標準ヘルメット、パスガトヘルメットなどにつながっていく流れになります。戦場の脅威は常に変化していて、それに対して防御力、重さ、快適さ、この時には対立する要素をどうバランスさせるかという技術的な挑戦がずっと続いていることが分かります。終わりのない挑戦ということですね。今回の内容いかがでしたでしょうか。もし楽しんでいただけましたら励みになりますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。